こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python 入門講座、Google コラボラトリーで Python を始める8データフレームを操作すると題詞をお送りします。数値計算を行うには NumPy、Pandas などのモジュールがよく使用されます。NumPy は多次元配列の数値データ処理や計算速度を速めるために使用します。また Pandas モジュールはデータの入出力、加工、統計計算などに用いられます。それでは Pandas と NumPy を取り込んでデータフレームを設定するまでをやってみましょう。まずインポート命令でこちらで NumPy ですね。NumPy を取り込みます。で、ここで as のキーワードで、例えば NP というような形で略語で、使用できるようにします。同じような形で Pandas も取り込みます。インポート Pandas でPD というような形で、略語として設定します。そしてデータフレームをですね、DF というので定義して、Pandas のpg. データフレームとして、データを設定しますけども、この時ですね、辞書形式で、データを入れていきます。波括弧をした後にキーとなるところに列名を入れます。例えば C1 として、そしてこれに対応するデータをリストとして設定していきます。1、2、3というような形ですね。そして次のデータはカンマを区切って入れていきますけども、分かりやすいように改行してですね、こちらの方で同じような形で入れていきましょう。C2 として、次にコロンで、リスト4、5、6と入れて、そしてカンマで区切って3列目を入れます。C3 で次にコロンでリスト7、8、9というような形でですね、を入れていきます。そしてこのデータがデータフレームとして DF に入っていきます。これを実行します。今何も表示されてませんけども、ここで DF 内容を、表示してみましょう。こういう形でですね、これがこちらの方列、これがこちらの列というような形で入っています。で、行が行の名前は自動的にここに入っているということになります。こちらが列名ですね。で、こちらの方が012というのが行になるんですけども、これがインデックスっていうふうに、呼びます。NumPy、Pandas の関数を使うには、プログラムの最初でインポートメソッドを使って NumPy と Pandas モジュールを取り込みます。この時、インポート NumPy as NP のように指定しますが、これは NumPy を NP として略して使用できるようにしたものです。同様に、
import pandas as PD は pandas を PD の略語として使用できるようにしたものです。pandas で2次元配列データを取り扱う場合には、データフレームといわれる形式を使用します。dfpd.dataframe は、pd.dataframe で定義されたデータを変数 df に代入する式となります。結果として df はデータフレームとして定義されます。データフレームは諸形式で定義します。列名がキーでデータが列データとなります。データフレームを入れる変数で ef データフレームの中に辞書形式でデータを設定します。この例では C1 列がリスト1、2、3。C2 列がリスト4、5、6となり、C3 列がリスト7、8、9のように定義されます。データフレームで次元データを作成したとき、列の名前が横に表示されます。そして行には、インデックス番号が自動的に付加されます。インデックス番号は0から開始されます。それでは、データフレームを用いた計算をやってみましょう。ここで、データフレームこちらコピーしますね。これが元のデータフレーム。そしてこれに対して、これに10を足してやるっていうものですね。各要素に10を足してやります。そしたら、まずプリントで元のデータフレームを表示してやって、1行上げてプリントでここで計算をします。プリントの、df プラス10とすると結果を見てみましょう。元のデータフレームですね。これの各要素に対して10を足してやるとこういうふうになるということですね。ここで例えば15を足してやるとかすると15を足した結果がこちらになるというような形になってきます。では次に各行に対して、データを足してやりましょう。同じような形でちょっとコピーします。で、新しくここでこちらも1行開けて、次に、プリント文で括弧 df に、ナンパイを使って、のアレイを使います。ナンパイのアレイを使ってやって、ここに各行に、リストで、指定します。ここで例えば1、2、3っていうのを出してやります。で、これを実行してみましょう。そうするとこういうふうになります。設定したデータフレームがこちらですね。そしてそれに対して各行に1、2、3を足してやる。これに1で2ですね。これを2で6、こちらが3で10という形でですね。1行目、それから2行目についても同じような形で、このデータが足されるということになります。この場合はナンパイの、モジュールを使っていくということですね。そして次に列に対してやっていくのを、行っていきます。ここで同じような形でですね、これをコピーします。で、貼り付けで、ここで、元の配列
をここで出力します。プリントDF で1行開業させます。ここで円マーク N ですね。そして、次に、例えば、C1 列ですねに対してデータを加えていきます。DF のC1 列に対してこれを入れ替えるということですね。DF の C1 列、これに、NumPy のアレイモジュールアレイ関数を使います。そしてここでカッコで1、2、3という形で入れ替えます。そして入れ替えてこれをプリントします。で、これを実行してみましょう。そうすると、こういうになりますね。元が147っていうことで、こうですね。これを入れ替えるんだから、123。これを、1を足して2ですね。2を足して4、3を足して6っていうような形で、こちらの方は入れ替えが行われていない列だけをこう入れ替える、そういう操作をこちらで行っています。こちらはデータフレームにおける足し算の例を示しています。データフレーム全体に10を足してやりたい場合の例となります。データフレームで F プラス10とすれば全体に配列電体に10が加算された結果が得られます。この例では、区行に配列を加算する例を示します。元のデータフレームが右上の状態にあるとき、df プラス np.array1 に3とすると、元の配列の各行に1、2、3が足された結果となります。こちらは列に対する演算を示します。元の配列が右上に示す配列とすると、この配列の C1 列にリスト1、2、3を足してやるコードは、df 一重引用符 C1 一重引用符プラス np、array1、2、3となります。次は行と列を指定して演算する方法についてデモンストレーションします。最初にデータフレームの設定ですね。そしてそれをプリントして、DF でプリントしますね。で、1行を空けてプリント。次に、行と列を指定ということで、iLock 関数を使っていきます。で、最初に df っていう風にデータフレーム
を書いて iLog で次に、行列を指定します。例えば2という2行2列を設定して、これに対してプラス5をして、計算します。そして、プリント df で結果を出します。これをやってみましょう。こうすると、元のがこっちですよね。2行の2列9ですね。9に対して5を足すっていうことになります。後の部分は変わりがないですね。例えばこれをかけるにしますね。だからこれをやるとかける5で 9×5 で、45っていうのが、この中に入るということになりますね。でこれを例えば0にしますね。0にするとこちらが0行2列だからこの部分になりますね。この部分が 7×5 で35っていうのがここに入ります。次に複数列に対する演算をやってみましょう。で、同じような形でここをコピーします。で、コントロール C でコピーして、コントロール V で貼り付けます。そして、同じような形でですね、元のデータフレームを表示して1行開けて、ここでやっていきましょう。df の書式としてはこういう形で、ここで列名を指定します。C1 列とそれから、C2 列ですね。C2 列に対して、引き算をやりましょうか。ラインを演算子で5っていうことで、これをやっていきましょう。そしてプリント df の結果を見てみましょう。そうすると元のデータフレームがこれですね。そして今回は C1 列と C2 列、この列に対してマイナス5をしてやるっていうことで、ここがマイナス4、マイナス3、マイナス2っていう風になってますね。で、この列に C2 に対してマイナス5をやってるんで、マイナス1、0、1っていうような形になってきます。こちらは行と列を指定して計算する場合です。左のコードでは最初に df に pd.dataframe でデータを設定し、df iLog に2プラス5で3行3列に5を足す計算を行っています。データフレームの行列は0から開始されるので1つずれた書き方となります。こちらは複数列に対する演算の方法を示しています。データフレームで EF の C1 列と C2 列に対して5を引き算した結果を右下の図に示しています。先ほどは辞書形式でデータフレームを作る方法をやりましたけども、列名を設定してデータフレームを作成することもできます。データフレーム名として df で、
パンダスを使って、データフレーム、そして、括弧でここでデータを0行目から設定していきます。例えば1、10、そして、次に2、20で、2行目が3の30っていうような形ですね。そして、ここでこれを一つのリストとして、こういう形で一つのリストの中にリストが入ったという形にします。そして、次に、カラムスで、ここで、リストとして列名を入れていきます。ここで、C1 列、ここで、C2 列というような形で入れていきます。そしてこれを表示してみましょう。ではこれを実行します。そうすると、こういうふうに0行、1行、2行という形で入ってます。で、これ列名が入った形でデータフレームが作成できました。それではレコード数を取得するにはどうするかということなんですけども、これでレンジスのレンっていうので、レンって書いて括弧して、DF でデータフレーム設定します。そうするとこういう形でレコード数が3っていう形で、取得することができます。で、全要素数を取得したい場合ですね、サイズっていうのを使っていきます。ここで、プリント括弧の df のサイズっていうのを使っていきます。そしたらこれを実行してみましょう。そうすると、この部分が6ってなってますね。ここで要素数が6であるというのがこちらの方で確認できます。こちらは列名を指定してデータフレームを作成する方法を示しています。データフレームを入れる変数で EF を用意して pd.dataframe 括弧の中に0行目のリスト、1行目のリスト、3行目のリストをセットし、列名としてカラムス一重引用符 C01 一重引用符、一重引用符 CO2 のように設定します。こちらはレコード数行数を取得する連関数について例を示しています。DF をデータフレームとすると、レコード数を取得するには、連 DF とします。こちらの例は全要素数を取得する方法について示しています。データフレームを DF とすると、データフレームの全要素数を知りたい場合は、df.size と書けば求まります。この場合は6となります。また各列の要素数を求めたい場合は、df.count とすれば表示されます。
そして一番下にある DEEP、INT64 というのは、データフレームのデータは64ビットの整数であることを示します。ビットは2進数の桁数が64桁までの数を扱えることを示します。今回は NumPy と Pandas を使用したデータフレームの作成法と演算操作について解説しました。次回はデータフレームを用いたデータの抽出法について配信を予定しています。ご視聴ありがとうございました。